はい、皆さんこんにちは、アドブローです。今回はウィルソンから発売となりましたウルトラの 100V4、こちらのインプレッションをお届けしていきます。まずはこのカラーリング、非常に美しいなというふうに思います。ブレードにも採用されていたこのシフティングペイントですね、見る角度によって色味が変化して見えるっていう塗装なんですけれども、このウルトラに関しては、屋外だと、紫色がちょっと強く見えるような感じなんですけれども、部屋の中で見るともっと青みがかった青が強いようなカラーにも見えたりもします。はい、非常に綺麗な仕上がりなんじゃないかなと思います。特に女性とかにも受けるんじゃないかなという、上品なカラーになってます。で、今作もクラッシュゾーンというのは継続になってます。ちょっと見づらいんですけれども、はい、でそれ以外にもフレームかなりあちこち変更されていまして、まずはフレームの溝ですね。前作は両サイドの部分に溝が設けられていたんですけれども、それが今回はフレームのトップまで、なので、フェイスの上半分に浅い溝っていうのがくっついているような感じに今回変わってます。そしてシャフトですね、ここも形状思いっきり変わってますね。まずそのスリムになってるっていうところと、断面としても前回のはかなりゴツゴツとした多角形だったのが、今回は滑らかな曲線で構成されているような感じになっています。で、今回は一番スタンダードな100ですね、300g のモデルにアルパワーが貼られたものをインプレしていきます。気になっていた人も多いんじゃないかなと思いますので、今回もいつも通り良かったところはもちろんなんですけれども、ここはどうなんだろうっていう風に感じたところも正直にお伝えしていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、まず打球感のところなんですけれども、黄金スペックらしいカチッとしたフィーリングっていうのはしっかり感じられると思います。シャープな反発力のある気持ちよくボールが飛んでいく感じですねっていうのはしっかりあると思います。ただそこにプラスアルファとして多分クラッシュゾーンが効いてるんだと思うんですけれども、一瞬掴むような感覚が生まれているような感じがしました。はい、打球感で言うと何でしょうね、黄金スペックいろいろあるんですけれども、ビースト DB ほどじゃないけどピュアドライブと比べればだいぶ掴んでくれるかなみたいなところですね。はい、柔らかいっていう表現になるのかどうかちょっと難しいところなんですが、クラッシュとかとは全然違うと思います。基本的にはかっちりしてる中に、一瞬掴む感じっていうのがプラスされてるっていうようなところかなと思います。グロメットホールが大きいっていうのもあって、ストリングがたわみやすいんじゃないかなとは思いますね。で、性能的な部分で言うと、もちろん反発力っていうのはしっかり感じられるので、最初の方割と雑なスイングで打ってみたりとかもしてたんですけれども、それでも飛距離っていうのはしっかり出るので、楽できるラケットだなっていう風には感じました。はい、並行してピュアアエロとか最近使ってたりするんですけど、比べると全然もう別物だなって思うぐらい楽に飛ばせるラケットかなと思います。はい、でストリングのピッチに関しては決して広いとかっていうわけではないとは思うんですけれども、調整ですね、弾道の調整、もっとスピンをかけて落とすとかアングルに落とすとかっていう、そういう調整は非常にやりやすかったかなと思います。これも多分グロメットホールが大きいのが結構効いてるんじゃないかなと思いますね。で、最初に言った通りフェイスの内側上半分に溝が設けられているんですけれども、これがストリングの可動域に効いてるかどうかちょっと微妙な気はします。はい、そこまで深い溝じゃないので、多分動きにはあんまり関与してないかなと思います。それよりもフレームの空気抵抗が多分ちょっと少なくなってるのかなっていう気がして、非常に振り抜きが良かったです。イメージ的には V コアに近いぐらいの振りやすさがあったかなと思います。非常にストローク打ちやすかったですね。
はい、続いてボレーを見ていきたいと思います。でボレーなんですけれども、ウルトラといえばもともとそのネットプレー、ボレーの打ちやすさですねっていうのをアピールして、登場してきたラケットっていう側面もあると思うんですけれども、今作も非常にボレーは打ちやすかったです。まずその反発力がしっかりあるっていうところで、アシストがあるなので、当てればなんとかなるっていうような感じですね。で操作性も高いので、ダブルスとかでも安心かなと思います。でイベントでですね、椅子に座って、ボレーをしてみるっていう練習メニューがあったんですけれども、それでも面さえ作って強くインパクトすれば全然返るっていうのは確かに体感できたので、はい、ラケットのそのパワフルさっていうのがこのボレーの打ちやすさにつながってるのかなと思います。ここでも、クラッシュゾーンが多分多少影響しているのかなと思うんですが、非常にコントロールしやすかったなと思います。ローボレーとかハーフボレーになってもラケットがなんとか相手コートに返してくれる、そんな感覚がありました。はい。では最後にサーブですね。非常にアシストを感じやすかったです。はい。特にフラット系のサーブ打ってる時にはラケットの反発力を使って、楽にスピードが出せるかなという感覚がありました。元気な時間帯とか、もっと僕よりも筋力がある人だったらもっとラケットを重くしてもいいのかなとは思うんですけれども、それでも疲れてきても振りやすいっていうのはメリットかなと思います。でスライスサーブも回転非常にかけやすかったなと思いますね。空中で曲がって、バウンド後も少し左に曲がっていってくれる感覚っていうのはあったかなと思います。スピンサーブも非常に打ちやすかったですね。多分これもさっきから言ってる通り一瞬掴んでくれる感じがあるので、それがスピンをかける猶予を作ってくれてるのかなっていう感じがあります。で前回やったインプレッションが、TR の960っていう、薄くて、ピッチの狭い、18×20 っていう、目の細かいラケットだったんですけども、全然スピンサーブかかんないなっていう感じがあったんですが、今回は比べるともう本当にしっかりかけられるし、これだったら1セット2セット、試合終盤になってもスピンサーブ打ちやすいんじゃないかなというふうに感じました。はい、では実際に今回のウルトラ100の V4 打ってみて、感じた良かったところ、いまいちだったところ、ざっくりお話をしていきたいなと思います。まず良かったところとしては、癖がなくてすごく打ちやすいっていうところかなと思いますね。パワーはしっかりあるんですけれども、それが十分感覚的に制御できるような仕上がりになってる。パワーはあるけどジャジャ馬っていう感じではないんですよね。はい。非常に扱いやすいなって感じられる、アシストがあって楽にテニスができるなっていう感じでした。で打球感としてもかっちり感はあるんですけれども、一瞬掴む感じがあって、それが結果として制御のしやすさ、コントロールのしやすさにつながっているかなと思います。で性能的にはですね、いろんな要素が組み合わさって結果として、今回打ってみて僕は黄金スペックのど真ん中っていう感じだなというふうに思いました。今いろんな個性を持った黄金スペックっていうのが販売されていると思うんですけれども、どれにしようかなっていうふうにもし迷ったらですね、まずはこのウルトラ100の V4 は打ってもらいたいなと思うぐらい、そのぐらいバランスもいいし、変な癖がない、そういう仕上がりになってると思いますので、非常に人に勧めやすくなったなと思います。そして良かった点もう一つは外観のアップデートのところですね。もうこれは非常に周りの人に聞いても評価高いですし、僕自身もかなり洗練されたなというふうに思います。デザインとその形状のこの組み合わせがすごく良くなったと思いますね。
前作は正直かなり武骨な感じがあったんですけれども、今回は色もいいし、シルエットもかなりスマートになったし、その上で、例えば僕で言えば片手バックハンドの時に左手の添えた時の握り心地っていうのも良くなったし、で加えて振り抜きも良くなってるし、操作もしやすいので、デザイン的にも性能的にも男女問わずおすすめしやすいモデルになったんじゃないかなと思います。一方、実際打ってみて、ここいまいちかなっていう風に感じたのは、ノーマルでのスイングウェイトが低すぎるっていうところですね。いつもお世話になっているライズテニスサービスさんの方にお邪魔しまして、こちらも計測をしていただいたところ、ストラングですね、ストリングを張った状態でスイングウェイトが300ちょっとしかないですね。で、ストリング貼ってあると大体プラス30ぐらいされてるはずなので、その分を引くと270台、270前後だろうというような、数値になっていまして、さすがに低い、操作はしやすいんですけど、重みによるパワーっていうのがあんまり期待できないレベルなので、今回アルパは張ってるんですけれども、スイングが速い人になるとなんかちょっと物足りないんじゃないかなと思いますね。なんかストリングのその剛性感に対してラケットの重みによるパワーがちょっと追いついてない感じはしました。そこのバランスがちょっといまいちだったかなと思います。もちろんこれは荷重すればねいいじゃんっていうところではあるんですけれども、吊るしで使う人もいるでしょうし、それを思うとちょっと、低すぎるかなっていう気はします。やっぱりスイングウェイトをプラスしていくには重量も増えてしまいますので、重量例えばできるだけ 300g に近いところで抑えたいっていう人がいるとちょっと、このノーマルでのスイングウェイトの低さっていうのが問題になる場合もあるのかなっていう気がしますし、ちょっとガシガシ打つと肘痛くなりそうだなと、もちろんそのストリングとの組み合わせにもよるんですけれども、ちょっと、負担が気になるっていうシーンはありました。とはいえ今回のこのウルトラ100の V4 なんですけれども、綺麗にまとめられた非常に扱いやすいラケットになってるんじゃないかなと思います。ということで今回はウィルソンから発売となりましたウルトラの 100V4、 こちらのインプレッションをお届けさせていただきました。正直、最近のウィルソンって色違いばっかり出して本当に新作いつ出すのみたいな、もうマイナーチェンジばっかりじゃんみたいなイメージがあったんですけれども、今回ようやく本気を感じました。ちゃんと進化しているし、ちゃんと人におすすめできる仕上がりになっているかなと思います。しかも現状このモニターラケットをお借りしている間にいろんな人に打っていただいたんですけれども、おおむね高評価という感じですね。いろんな人がいろんな使い方で楽しめるラケットだと思いますし、それに応える性能バランスの高さっていうのはあるかなと思います。唯一そのスイングウェイトのところだけは気になってはいるんですけれども、反発力もありますので、ストリングあんまりハードすぎるものにするとちょっと問題に感じるかなとは思うんですけれども、ほとんどの人にとってはそこまで大きな問題にはならない、反発力で十分飛ばせるとは思いますので、もしお近くにモニターラケットとか打てる場所があればぜひ一度試してもらいたいというふうに言えるラケットになっているかなと思います。より詳細なインプレッションやライバルラケットとの比較などについてはブログの方に記事でアップロードしていますので、よろしければ概要欄の方からチェックをしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。ウルトラ打ってみたいなというふうに感じた人はぜひ高評価ボタン押していっていただけると嬉しいです。それでは。